スピリット・オブ・タスマニア号に乗る際に絶対にしてはいけないこと10個をお話しします。これをやってしまうと船に乗れないもしくは重大な損害を被りますので最後までご覧ください。今回は乗り方の手順に沿ってその中でやってはいけないことを順番に解説していきます。まず概要を簡単に説明します。メルボルンの東にある港町ジーロングからタスマニア島北部の町デボンポートまでをつなぐ大型カーフェリーです。オーストラリア本島とタスマニアを約10時間でつなぎ、昼便と夜行便があります。メルボルンからのアクセス方法です。スピリット・オブ・タスマニア号はメルボルンの東ジロングから出港していて、サザンクロス駅から電車が出ています。最寄り駅は V ラインのノースショアになります。ここから約 1.5 キロ、徒歩で約20分強になります。やってはいけないその1、ジーロングと発音してはいけない。サザンクロス駅でスタッフさんに道を尋ねる場面があるかと思いますが、Google マップやネットではジロングをジーロングと表記しています。しかし正確な発音は後ろにアクセントのある Geelong, Geelong が正解です。現地ではジローンと発音する方が伝わりやすいみたいです。私がジローンで出会ったマダムタカコ氏からはジローンだと教わりました。実際駅でスタッフさんにジーロングと言ったらうまく伝わりませんでした。スタッフさんに話しかけるときはジローンもしくはジローングと言うようにしてください。サザンクロス駅に着いたらまずマイキーカードをゲットします。これはスイカみたいなもんですね。サザンクロス駅では南側の入り口から入ってこの辺りの1階に券売機がありました。外のトラム乗り場でも購入できます。私がマイキーカードを買った時は最低チャージ額が10ドルでそれでいけたので多分10ドルのチャージで問題ないです。が、ちゃんと調べたら違うかもしれない。正確じゃなかったらすいません。カード発行料が6ドル、チャージが10ドルで合計16ドルになります。サザンクロス駅からの電車はだいたい2、30分おきに出ている感じでした。普通に本数あるのでそこまでシビアではないと思います。出発プラットフォームは 15A でしたが変更になることもあると思うので必ず庫内の時刻表を確認してください。2階の改札でスイカと同じようにピッとしたらそのまま奥まで進んでください。やってはいけないその2、到着アナウンスを待ってはいけない。電車の乗車時間は約1時間弱です。発車時刻は正確です。車内はとても綺麗で快適です。飲み水もあります。席は自由席です。ですが、ここで絶対にやってはいけないのは車内アナウンスを待つことです。到着を告げる車内アナウンスはありません。駅についても全くの静寂なので、自分が今どの辺にいるのか GPS で確認してください。私は余裕こいていたら、ものの見事に乗り過ごしました。次に到着駅からの道順です。最寄りのノースショアで降りれることに成功した人は Google マップに従って船まで行ってください。1.5 キロ、20分強の距離になります。前述の通り私は乗り過ごしましたので、ノースショアより一駅先のノースジローンまで行ってしまいました。しかしそちらからでもちゃんと徒歩で行くことができます。こちらからは約3キロ、Google マップで徒歩ルートを検索すると、こういう道が示されますが、こっちの道も歩けるので、こっちのが普通に近道です。あと、ここにですね、フェデラルミルズっていう紡績会社の跡地がありまして、赤レンガ倉庫みたいなちょっとしたモールになっているので、時間がある人は寄ってみるのもいいかもしれません。私がマダムタカコに拉致されていたヴィンテージのセレクトショップやカフェがあります。あと、ここもおすすめです。大人のディズニーリゾートセクシーランド、ぜひ覗いてみてください。巨大で明るく、汚らわしさがみじんもないショップで、スーパースポーツゼビオかと見まごうほどです。やってはいけないその3、セクシーランドに行ってはいけない。アクセスにかかる時間はトータルで1時間30分から2時間です。私のように電車をミスる可能性もありますので、時間に余裕を持って向かってください。ここ重要ですが、セクシーランドに行ってはいけません。行ってしまうと間違いなく船のチェックインに間に合わなくなります。また、後で詳しく話しますが、船のセキュリティチェックは出港の1時間前までに完了しなければならないので、飛行機と同じ感覚で出港の2、3時間前に到着するように計画してください。また、マップ上で着いたと思ったところからぐるっと回らないと入れないので、思ったよりもさらに時間がかかります。基本的に徒歩で来ることを想定されてないです。徒歩で行く人は頑張ってください。早めに着いたとしても、ターミナルにカフェがあります。ここで時間を潰せるので余裕を持って到着しましょう。次に乗船手続きの仕方です。ターミナルに到着したら、入り口入ってすぐ左側に窓口がありますので、そこでチケットを受け取ります。ネットで購入した時に登録メールアドレスに e チケットが来ますので、それを窓口で見せてチェックインしてください。紙のチケットが発行されます。チケットをゲットしたら、そのまま奥に進んでセキュリティチェックを受けます。では次に予約方法です。予約は公式サイトからできます。リンクは概要欄に貼っておくので、詳しい料金と予約状況はそちらを参照してください。公式サイトを開いたら、片道か往復かを選択してください。今回は片道で解説します。出発港はジーロングがメルボルンのこと、デボンポートがタスマニア側になります。この部分で車は自転車のありなしを選択します。
で、出発日を選択して人数を選択。1人の場合で進めていきます。下の方にスクロールすると公開スケジュールが出ています。昼便は8時30分から、夜便は繁忙期が22時発、閑散期が18時45分発です。繁忙期は12月から1月らしいです。南半球の夏にあたりますね。運行時間は10時間から11時間なので、昼発の場合は当日の夜に到着、夜発の場合は翌日の朝に到着します。確認して問題がなければ次に進みます。次にちょっと見づらいですが、スケジュールがこのように出てます。スケジュールが正しいことを確認してください。で、ここ非常に心配になると思いますが、激辛料理の方が普通の予約です。そして激辛料理は食わされませんので安心してください。こっちのフレキシブル運賃っていうのは予約の変更とかキャンセルができるフレキシブルなプランということです。まだ日付が曖昧な場合に使えますが、料金が 1.5 から2倍とかになります。で、通常予約の料金ですが、時期にもよりますが、基本運賃が昼便はだいたい100から150ドル、だいたい1万円から1万5000円、夜行便は150から300ドル、1万5000円から3万円あたりになります。基本運賃は曜日と時期によって随分変動するので何とも言えませんが、昼便の方が基本的に安いです。私が利用したのは10月で夜便で129ドルでした。これで間違いなければここをタップします。次に宿泊する部屋のタイプを選択します。リクライニング席の予約なら追加料金はなしです。基本運賃と、固実する燃油サーチャージのみです。個室にする場合は下にスクロールします。先ほどの基本運賃にプラス個室代というイメージです。個室は2名キャビンがプラス300ドル前後、2名デラックスがプラス400ドル前後です。4名用キャビンがプラス150から300ドルぐらいなので、グループで行くなら1人当たり料金が一番お得な選択になると思います。横になって寝れますし。予約サイトを見ていると、個室は結構早めに埋まっているイメージです。個室なしのリクライニングシートなら結構余裕あると思います。車の場合は車両料金が100から300ドル追加でかかります。今回は車なしリクライナー1名で進みます。プラスボタンを押したらここをタップします。次に燃油サーチャージですが、これは時期によってあったりなかったりします。私が行った時はかかりませんでしたが、情勢によって変わるので公式サイトを確認してください。内容を確認して OK なら進んでいけば完了です。次に飛行機で行った場合との比較です。飛行機でタスマニアに行く場合は、北部のローンセストンか州都のホバートで行くことになります。ローンセストならジェットスターのセール価格の時で5、6千円からあります。ホバートでも1万円以下とかあるので、ぶっちゃけ飛行機の方が早くて安いです。1時間15分とかで着きます。ただもちろん時期によって料金が変動するのと、これプラス荷物の料金があるので、実質もう少しかかりますが、合計してもフェリーと同等か少し安いくらいに収まると思います。次は船内の各種料金についてです。まずは飲食物。船内では売店でスナックや軽食があり、バーでアルコールドリンクやピザ、グリルなどがあります。本格的な食事はレストランがあります。まずレストラン。こちらはディナーが32ドルでビュッフェスタイルになっています。アルコールは別料金です。昼は乗ってないのでランチの料金はわかりません。次に売店。こちらも違った覗いただけなのであまりわかりませんが、メルボルンのコンビニと同じような感覚だったと思います。オーストラリアの普通の物価の感じ、日本人感覚では高いです。サンドイッチ的なものが800円くらいからとかそんな感じだったと思います。リンゴを買った気がしますが、これは安かった気がします。次にバーです。各種タップビールがあります。他にもアルコールあったと思いますが、ビールしか頼んでないのでよくわかりません。タップビールは9ドルぐらい、900円前後ですね。中くらいのグラスサイズです。ザーピーは14ドルでした。日本で言ったら都会のちょっと気取った飲み屋ぐらいの感覚の値段ですね。美味しいですが、ちょっと割高感は否めません。やってはいけないその4、Wi-Fi に期待してはいけない。Wi-Fi は私が乗った2025年10月時点で1ギガ10ドル、3ギガ15ドルというプランがありましたが、速度がゴミで使い物になりませんでした。Wi-Fi はないものと思ってください。これを機にデジタルデトックスしましょう。次に船内設備についてです。シャワーは個室キャビンにはありますが、リクライナー席の人が使えるシャワーはありません。コンセントはありませんが、リクライナーのシートに USB ポートはあります。次、検疫とセキュリティチェックについて。ここ重要です。検疫を含めたセキュリティチェックはかなり厳重です。タスマニアは自然環境を守るために汚染や外来種の侵入を厳密に防ぐ必要があるからです。やってはいけないその後、生鮮食品を持ち込んではいけない。船内の飲食物はそれなりのお値段なので、食べ物の持ち込みを考える方もいるかと思いますが、ここで絶対にやってはいけないのは生鮮食品の持ち込みです。加工品は大体 OK ですが、野菜、果物、種、肉、魚はアウトです。検疫で没収されます。やってはいけないその6、大量のアルコールを持ち込んではいけない。ビールなどのアルコールは少量であれば持ち込み可能ですが、乗船時に一時預けになります。私もビールを1缶持っていましたが、到着後に返還されました。船内で飲みたい方はバーで頼んでください。やってはいけないその7、ナイフなど危険物はそのままパッキングしてはいけない。
刃物などの危険物はセキュリティで発見されると一時預けになります。私もアウトドア用のナイフを荷物に入れていたら一時収容されました。ビールなどの一般品は下船後の、クラブハウスで返還されますが、刃物などの危険物はターミナルから少し離れた別施設での返還になります。地図でいうと大体この辺りの施設です。このように到着後にも一手間かかります。持ち込み予定がある方は覚悟しておいてください。やってはいけないその8、セキュリティチェックを甘く見てはいけない。スピリットオブタスマニアのセキュリティは空港並みに厳重です。私の時は乗船前のチェックで金属類を全部出せと言われ、苦労してパッキングしたリュックを全部ひっくり返す羽目になりました。パソコンなどの電子機器、小さな金属類に至るまで全部です。このチェックにも時間がかかりますので、やってはいけないその3でお話しした通り、とにかく時間に余裕を持って向かってください。細かいルールは公式ホームページを確認してください。船酔いと持ち物、その他について。やってはいけないその9、酔い止めを持たずに乗ってはいけない。スピリット・オブ・タスマニア号が通るバス海峡は荒れることで有名な海域です。私が乗った時は全く揺れませんでしたし、かなり大きめな船なので、揺れはそんなに心配ないと思いますが、荒れることもあるので、弱い人は念のために酔い止めがあると安心です。やってはいけないその10、リクライナー席に快眠を期待してはいけない。夜行便ではブランケットとミニ枕が配られますが、夜中ちょっと寒かったです。リクライニングシートは、あまり寝やすいとは言えません。まあ飛行機のエコノミーと同じと考えれば全然 OK なのかもしれないですが、繁忙期で隣まで席がパンパンだったら結構きついかもしれない。耳栓、アイマスク、寒いの弱い人は羽織るものかブランケットの持参を推奨します。あと、テクニックというか、モラル的にやっていいのかわからないですけども、というか多分アウトな気がしますけど、リクライナー席の床の端っこのちょっと空いたスペースでアウトドア用のマットを敷いて寝ている人も結構いました。最後に総評としてフェリー移動はありかなしか。これは旅に何を求めるかによると思います。移動の楽さと時間、コスパを取るなら普通に飛行機です。私も帰りは飛行機でしたし。フェリーは時間もかかるし、デボンポートに着いてからの移動も結構大変です。でも圧倒的にロマンと情緒があります。あえてゆっくりと移動自体を楽しむ旅がしたい人は、フェリーは最高にありです。最後に今回お話ししたやってはいけない10個を振り返ります。今回は以上です。実際に船に乗った様子はコメント欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてください。また、デボンポートについてからも途方勢は移動が大変です。デボンポートからローンセストに移動する方法についてはチャンネル登録して次回の動画をお待ちください。それではよろしくどうぞ。